もうね、冒頭挨拶のレパートリーがなくなってきたババアです。雨の話ばっかりだもんね。白様です。今日は霧もすごいね。先週洗って干して帰った卵用のバッグがまだじっとりしてたんですよね。卵用バッグなんてあるんだ。先週の月曜の朝、帰る間際に事件が起きまして。大した事件じゃなさそう。足元に絡んできた義彦を避けて顔面からこけて大流血しました。大変な事件だった。出しっぱなしにしてたストーブの角にぶつけて唇の上がパックリ。いやこれは縫わないとダメかなと思いつつ、応急処置でワセリン塗って絆創膏。鳥肌が止まらねえ。猫なのに。家に帰って傷口を見てみたら、腫れも痛みもなく意外とくっつきそうな断面。痛みがなかったの？そう、なんでだろうね。口の上って痛覚が鈍感なのかな。もしくはワセリンで傷口に蓋をしてるから？それもあるかも。とりあえず今も腫れも痛みもなく絆創膏で治療中。義彦に怪我がなくてよかったね。ほんとそれだけが救いです。楽しいアスレチックタイム。Himo asobi tanoshua. Wuwan nani? Atashino moguleo。珍しくチョロコさんが参戦。Mogula chaya woody nezumyedi。Orish sona niku jukini。チョロコさん時々が散るよね。Kuki manman yang。Machine sai maluda。Nami tsukidi mo taludi。X ファイルのスカリーかな。Nani? Kono lale。なんか草。Osan chanto wugo kashtea。Maluda anata tsukumiti lunoyo。モグラをいたわるチョロコさんが尊い。Magula chawu nezumi yash itawalu dokologa hoshiku taishoya。Todomayo。Cholo ne iguyua。振り子タイム。Simon Jutsu Kana？ Yada nemaku natkitawa。傷口がきれいに塞がるといいね。まあ残ったところでマスクを欠かさないイソジのババアの顔面ですわ。雑草のように強い。今日のコンポストもピーマンがわさわさ。生命力がすげえ。さて今日は湯骨の平パンとミートボールスープ作る。湯骨久しぶりだね。今日は農家さんコーナーの野菜が少なくて具沢山にはできないかも。たまには純粋にスープを楽しむがいい。スープはアイリス大山の圧力鍋の鍋モードで作ろう。圧力鍋なのにいろんなモードがあるんだね。この圧力鍋を購入した決め手はパンの発酵ができる低温モードがあったから。これから冬に向けてそのモード活躍しそうだね。本日の生地は米ぬか 20%、加水率は熱湯で 75%。分量の詳細は概要欄を見てね。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時、血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで、今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。めっちゃ具沢山じゃん。あれ、おかしいな。今回は湯骨なので加水率は高め。なぜか湯骨だと水分多めでもまとまるよね。原理はよくわからないけど生地はとても扱いやすくなります。料理チャンネルなら普通そういうの調べるんだけどね。原理をご存知の方、ぜひコメント欄で教えてください。他力本願。生地を8等分にします。酵母が入ってないから小さく見えるね。これでもしっかり 500g の粉量ですけどね。やっぱり湯骨の生地は扱いやすいですね。加水率 75% は米ぬか入りの湯骨水分量の鉄板だね。今回も軽く油の層を作ります。また追いカロリー？カロリーと書いて美味しいと読むんですよ。違います。湯骨生地は伸ばしても戻ってこないから好き。普通は伸ばしても伸ばしても縮んでくるもんね。形状記憶生地。表面に油を塗ったら半径をカットします。半径ローリング成形。
こうすることで手軽に油の層を作ることができます。この方法よく考えられてるよね。海外のリール動画様々ですね。ババア見つけた瞬間パクるよね。こちらを量産していきましょう。あれ、ちょっといいかな。何でしょう。パンマットまた変わってない？よく気づきましたね。旦那氏がいつの間にかポチってました。大穴を開けたマットはサブとして右側で活躍してるみたいだけど。穴開けちゃったよってぼやいてたら数日後にパンマットが届きました。おっさんサンタクロースの末裔？今回のマットは右の薄作りマットよりも少し厚みがあります。今度は穴を開けないようにね。一旦油の層を作って丸めた生地を再度伸ばす作業があります。まあまあ面倒くさい。でもこの層があるとないとじゃ食感が変わってくるんですよね。さあ油を閉じ込めました。カロリー高そうなセリフ。ほんじゃ伸ばしていくよ。ということは今日はフライパンで焼くパン？そうです。入りぬかでスルスルになったフライパンで焼きます。入りぬかシーズニング健在。このフライパン一度は捨てる寸前まで行ったんですけどね。これで入りぬかを作ったらテフロン並みにスルスルになったね。ババアの体からフライパンのメンテまでオールラウンダーな米ぬか。ますます米ぬか沼にはまっていくババア。こんな感じのパンを量産するよ。フライパンに張り付いて焼かないといけないのが面倒だね。そこがちょっと難点ですよね。でも焼き時間は短めです。このパンマットずれることもないし、意外といい仕事してない？吸着力が強めで激しく伸ばしても全然ずれなかったですね。今回は当たりを引いたみたいだね。でも到着した時はひどい状態でした。枝肉じゃん。某海外通販で買ったらしいです。どこで買ったかなんとなく想像がついてるさ。それじゃあ焼いてまいろうか。マジでフライパンスルスル。湯ごね生地は柔らかさの残る焼き上がり。ふんわり感が伝わってくるね。フライパンに油は引いてないんだね。シーズニングのおかげなのか油生地のおかげなのか。両方だろうね。ご存知の方はコメント欄で教えてください。もういいってそれ。1枚2分半ぐらいで焼けるけどトータルだと20分か。オーブンで8個のパンを焼く時間とあんまり変わらないね。大きめのフライパンで2枚同時に焼いたら時短になるな。そういう時は往々にして焦がすけどね。トマトスープに小松菜入れよう。トマトスープっていうかケチャップスープだけどね。トマト缶は100円で買えるから悩んだけど空き缶がね。缶詰バーやってる人が何言ってんの？よし、スープもできた。ケチャップだけど意外と美味しそうで困る。とうとうブルーベリーを使い切りました。またおっさんに冷凍ブルーベリー買ってきてもらわなきゃ。スープ大量だな。旦那氏これでパスタ作るって。おっさんの今日のおやつはパスタだそうです。完成しました。湯ごねの平パンとトマトスープ。追いカロリー成形。それではいただきましょう。
ヒラパンが綺麗に焼けててビビる。なぜビビるのか。ババアだいたいいつも焦がすからさ。たまにはこういう成功会があってもいい。ああ、成功会が少ない自覚はあるんだ。猛暑が過ぎるとこういう温かいスープが恋しくなってきますよね。そろそろおっさんがストーブでおでん煮込むシーズンだね。ほら、こんなにしなやか。ちゃんと層ができてる。これをスープに浸して食べると至福なんですわ。ああ、それは間違いないね。湯ごね生地ももっちもちだけど柔らかい。カレーと一緒に食べても美味しそう。旦那氏カレールーも買ってくるって言ってた。抜かりねえなおっさん。トマトスープとヒラパンの相性が神がかってる。そしてラストのブルーベリーヨーグルト。大事に食べなきゃね。どうせ来週はまた買ってあるんだろうな。カロリーマシマシヒラパンとトマトスープ美味しかった。また見てね。おっさん買い物行ってらっしゃい。バイバイ。